江戸時代はすでに SDGs だったのか、昔の暮らしに未来のヒントがある。導入。最近 SDGs という言葉をよく聞くようになりました。環境を守ろう、ゴミを減らそう、自然と共に生きよう、そんな言葉が毎日のように聞こえてきます。でも実は今から200年以上前の江戸時代、日本にはほとんどゴミを出さない社会が存在していました。壊れたものを直し、捨てずに使い続け、自然の循環の中で暮らしていた人々。それは今の私たちより不便だったはずなのに、どこか豊かにも見える暮らしでした。今日は江戸時代はすでに SDGs だったのか、そんなテーマで昔の日本人の知恵を静かに見つめてみたいと思います。第一章、江戸の町にはゴミが少なかった。現代では毎日たくさんのものが捨てられています。コンビニの容器、壊れた家電、着なくなった服。便利さの裏で大量のゴミが生まれています。ですが江戸時代はそもそも捨てるという感覚が今ほど強くありませんでした。例えば着物、破れたら縫い直し、子供へ回し、最後は雑巾になるまで使ったと言われています。この着物大切なのよ。綺麗だね。直してまた着ようね。手伝う。傘も下駄も鍋も壊れたら修理する。町には傘張り職人や桶の修理屋など直して再生する仕事がたくさんありました。今のように壊れたら買い替えるではなく、まだ使えるなら生かす、それが当たり前の時代だったのです。第2章、江戸ではゴミが資源だった。そして江戸時代の循環はもっと驚くところにあります。それは捨てるものがほとんど資源だったということです。例えば落ち葉や灰、これらは畑の肥料になりました。魚の骨や食べ残しも農業に利用されていました。さらに有名なのが人の排泄物です。現代では汚いものとして処理されますが、江戸では貴重な肥料として取引されていました。つまり町で出たものが農村へ戻り、また作物となって人々の食卓へ戻ってくる。そんな循環が自然にできていたのです。今の言葉で言えばまさに循環型社会でした。第3章、なぜそんな暮らしができたのか。ではなぜ江戸の人々はそんな循環を大切にしていたのでしょうか。それは限りがある世界を知っていたからかもしれません。今のように海外から大量輸入もできない、石油もない、便利な化学肥料もない。だからこそ今あるものどう生かすかを考えていたのです。一枚の布、一粒の米、一本の木、それらを簡単には無駄にできなかった。不便だったからこそ知恵が育った、そんな面もあったのかもしれません。
第4章、もちろん江戸時代も理想郷ではなかった。ただここで誤解してはいけないことがあります。江戸時代も決して楽な時代ではありませんでした。飢饉もありました。重い年貢に苦しむ農民もいました。森林伐採による問題も起きています。つまり昔は全部素晴らしかったというわけではありません。ですが限られた資源の中で何とか循環しながら生きようとしていた。そこには現代人が忘れかけている感覚が残っているようにも感じます。殿、どうか年貢をお許しください。作物は育てず吠えております。年貢は国の定め、言い訳は許されぬ。第5章、私たちは何を失ったのか。現代はとても便利になりました。ボタン一つで物が届き、食べ物も簡単に手に入る。ですがその一方で、物がどこから来てどこへ消えるのかを感じにくくなりました。土との距離、季節との距離、自然との距離、それらが少しずつ遠くなっているのかもしれません。江戸の人々は自然の中で生きていました。だからこそ循環を肌で感じていた。使い切るという感覚も今よりずっと身近だったのでしょう。最終章、現代の私たちへ。もちろん私たちは江戸時代へ戻ることはできません。便利さを捨てる必要もありません。ですが昔の知恵の中にはこれからの時代を生きるヒントが静かに残されている気がします。大量消費ではなく循環、効率だけではなく共存。江戸時代の人々が残した暮らしの知恵は今の私たちに本当の豊かさとは何か、そんな問いを投げかけているのかもしれません。最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画が面白かった方はぜひチャンネル登録や高評価をしていただけると励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。